日常のことやってるな11銭見つけよう。身近な脱税。身の回りにこんな店はありませんか？多分やってます。この視点を持っているだけで店を見る目が変わるかもしれません。では早速ご紹介します。ラーメンや替え玉は現金。ラーメン自体は食券やカード決済なのに替え玉だけ現金で店員が受け取る店があります。まあ抜いてますよね。古典的な技です。美容室の次回予約で現金なら円引き、カード手数料分を還元しますという体裁ですが、次回予約を現金で確定させることでその枠の売り上げを最初から裏帳簿に回す計算が立ってしまいます。歯医者の実診療院プラント等だけ現金振り込みして保険診療は国にデータが行くのでごまかせませんが、1本30万から50万円する実診料は現金でもらうとなかったことにする誘惑が非常に強いポイントです。コインパーキングの常に満車なのに売り上げが少ない。これは経営者側の視点ですが、個人経営の駐車場で集金時に一部を抜いても利用者が入れ替わるため正確な回転数を外部から把握するのは至難の業です。建設リフォーム屋の足場代だけ別で現金払い、職人に直接渡す手間賃だからという説明で工事費の一部を現金で抜く手法、帳簿上の総額を下げて利益を圧縮するリアリティのある手口です。夜の店のアイス氷代チャージ料の現金回収、セット料金はカード OK でも細かい追加のアイス代や指名料だけをその場で現金回収する店、これが地理責務で店主の税金がかからないのみしろに消えます。個人経営のお稽古月謝の封筒渡し、ピアノ、習字、ヨガなど銀行振込を嫌がり月謝袋にこだわる先生、そのまま生活費に直結しており所得として正しく申告されていないケースが非常に多いです。商店街の領収書を頼むと急に不機嫌になる店、うちは出してないんだよねレシートでいいでしょと渋る店、記録控えを残すことを極端に嫌うのは売り上げを丼で管理している証拠です。格安マッサージ店の指名料だけ現金、手術料はレジを通しますが指名料500円程度を直接スタッフに渡させる仕組み、店全体の売り上げから除外しやすくスタッフへの闇手当に分けていることがあります。お祝い花代の現金徴収、店のリニューアルや開店祝いで常連から集める現金、これらは交際費や売り上げとして処理されずそのまま店主の懐に消えるのが業界の暗黙の了解だったりします。中古車販売の諸費用登録代行料の現金払い、車両本体価格はローンや振り込みでも細かい手数料だけ今日現金で持ってますと聞いてくるパターン、利益率が高い部分を隠すための常套手段です。そうなんです。現金は怪しいのです。ではなぜ怪しいのか、その裏事情を分解してみましょう。現金払いのみや一部だけ現金というルールがなぜ税務署から疑われやすく、また実際に不正の温床になりやすいのか。その理由は現金が持つ足がつかないという特性に集約されます。売上の除外が物理的に可能になるキャッシュレス決済の場合、売上データは外部の決済会社に記録され銀行口座に履歴が残ります。これを隠すのはほぼ不可能です。しかし現金はレジを通さずそのまま懐に入れるという原始的な操作ができてしまいます。裏事情帳簿に載せない裏の売上を作るには現金が不可欠なのです。証拠エビデンスを店側がコントロールできる。クレジットカードや振り込みは客側の明細にも記録が残ります。一方現金で領収書レシートを発行しなければその取引があった証明は店側の良心に委ねられます。裏事情客がレシートを求めないような少額決済数百円から1000円程度は最も売上から消しやすいポイントになります。在庫と売上のズレを説明しにくい。例えば100食分の材料を仕入れているのに帳簿上の売上が80食分しかなければ残りの20食分は現金で受け取って隠したのではと疑われます。裏事情現金に固執する店はこの仕入れ数と売上の矛盾を突かれることを一番嫌がります。そのため廃棄したことにするなど帳簿の整合性を保つための加工がセットで行われることが多いです。経費の架空計上に利用しやすい。売上を隠すだけでなく手元にある出所不明の現金を従業員への闇給与や領収書のない個人的な買い物に充てることで経費を水増しする循環が生まれます。裏事情現金は入り売上だけでなくて経費の証拠も消しやすいため二重の意味で税金逃れのツールになりやすいのです。結論、現金が怪しまれるのはそれが公的な記録デジタルデータから逃れる唯一の手段だからです。効率化や手数料節約という正当な理由がある一方で記録を残さないという自由度を利用して税負担を不当に逃れようとする動機が働きやすい環境にあるというのが現金払いにまつわる生々しい裏事情です。現金の怪しさを読み解く別の視点もあります。二重帳簿のガソリンになる。現金は公式な帳簿とは別に本当の売上を記録した裏帳簿を作るためのガソリンになります。裏事情キャッシュレスは入金が1円単位で銀行に記録されるため帳簿を改ざんすると銀行残高とズレが生じ即座にバレます。一方で現金は手元の金庫にプールしておけば銀行を通さずになかったことにできるため帳簿を苦手するハードルが劇的に下がります。従業員との共犯関係の構築。現金が多い職場では経営者が従業員に対し今日忙しかったからこれで美味しいもんでも食べてと
レジを通していない現金を直接渡すことがあります。裏事情、これは一見太っ腹な天使に見えますが、実は給与として処理しないことで社会保険料や源泉所得税を逃れる手口です。従業員を共犯にすることで内部告発を防ぐ心理的な抑止力にしているケースもあります。仕入れのブラックマーケットへの支払い、飲食店などの商売では正規のルート以外市場での現金買いや個人的なコネクションで食材を安く仕入れることがあります。裏事情領収書の出ない仕入れを行うには当然記録に残っていない現金が必要です。売上を現金で抜き、その現金で出所不明の仕入れを行うという帳簿の外側にある第二の経済圏を回すために現金が重宝されます。税務調査の心理戦への備え、実は税務署が来た際全てをキャッシュレスにして完璧すぎる帳簿にしていると、かえってどこかに巧妙な隠し場所があるはずだと疑われ徹底的に調べられることがあります。裏事情をあえて現金管理が少しズボラな店を演じ、調査官にここが漏れていましたねと小さな指摘を土産をさせて大きな不正から目をそらさせるという高度な心理戦のために現金決済を残しているパターンも存在します。出口消費の匿名性、隠したお金を自分の銀行口座に入れると目立ちますが、現金であればそのまま生活費や趣味に使えます。裏事情、特にギャンブルや夜の街での支払いなど自身の生活実態を税務署に把握させないためには現金が最強の匿名ツールになります。生活レベルが高いのに申告所得が異様に低い経営者はこの出口の現金化を徹底しています。結論、このように現金は単なる決済手段ではなく、税務上の記録から切り離された自由な経済活動を維持するためのインフラとして機能しています。もうやる気満々ということですね。税務調査官が現金の嘘を見抜く方法、税務署も指を加えているわけではありません。古典的な手法には対策も充実するものです。基本的な調査手法ですが、これらは今でも現役です。いくつかご紹介します。おしぼりの数から真の客数を割り出す。レジの記録を消して売り上げを低く見せかけても物理的な消費量は嘘をつきません。調査官はゴミ袋の中のおしぼりの数やクリーニング業者への支払い履歴をチェックします。裏事情、おしぼりの数と売上件数に大きな開きがあればその差の分だけ売上を隠していることが一発でバレます。これは反連調査と呼ばれる強力な手法です。生レモンや割り箸の仕入れ個数を数える。おしぼりと同じ理屈ですがもっと細かい部分も狙われます。例えばレモンサワーが人気のお店ならレモンの仕入れ数から本来売れるはずの杯数を逆算します。裏事情、レモンを100個仕入れたのに売上には50杯分しかない。あとの50杯は現金でもらってポッケに入れたでしょうと詰め寄るのです。無予告調査抜き打ちでの現金の付き合わせ、事前連絡なしに朝一番や閉店直後にやってくる調査官はまず今レジまたは金庫にある現金額を数えます。裏事情、その瞬間の現金とその時点の伝票の合計が1円でもずれていれば日頃からルーズな管理あるいは意図的な操作をしているという強力な証拠になります。調査官が客として下見に来る。調査の前日に調査官が一般客を装って食事に来ることがあります。そこでお札の番号を控えたり自分が払った現金が正しくレジに打ち込まれるかを監視します。裏事情、翌日の調査で昨日自分が払ったお札がレジになかったり売上帳に記載がなかったりすればそれは言い逃れできない脱税の確定証拠となります。 SNS や高級会社からの生活実態チェック、申告している所得が300万円なのに SNS で豪華な海外旅行をアップしていたり店の前に高級車が止まっていたりすれば即座にターゲットになります。裏事情、どこかに帳簿に載っていない現金収入があると確信を持って調査に乗り出すため彼らの目は店内のレジだけでなく店主の私生活にまで及んでいます。結論、税務署は目に見える数字帳簿だけでなく目に見えるものの動きや生活の派手さから矛盾を見つけ出します。現金で隠したつもりでも必ずどこかに歪みが生まれるのが脱税の面白いかつ恐ろしいところです。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。